こんにちは。グリーンリーフツーリストクラブの和田敦です。大槻圭です。弊社はアフリカ、ウガンダを拠点とする旅行会社で、ツアー、レンタカーなどの旅行サービスを東アフリカ全体で提供しています。本日はルエンゾリ山地の2回目ですが、登山の体制と日程の説明を差し上げます。画面を切り替えます。登山の体制と日程に関し、ルエンゾリには2社登山サービスを提供する団体がある中、ルエンゾリマウンテニアリングサービス RMS のものを説明します。まずは人員の体制ですが、登山ガイドとコックは1グループあたり1名ずつ、また登山客1名あたり2名のポーターが RMS から割り当てられます。荷物が多い方や何かしらの理由でグループからの離脱の心配のある方は、あらかじめポーターやガイドを有料で増やすことも可能です。ガイドは全日程において同行してくれますが、ポーターは別行動で自分たちのペースで小屋から小屋まで移動します。ポーターに預けられる荷物は登山客1名あたり20キロまでで、必要な登山用具などに関してはまた別の回にお話しします。次に山小屋に関しては、4名ほど寝られる寝室が2室から4室あり、収容人数はそれぞれ16名ほどで、食堂もあります。ただ、登頂の際に使うエレナ小屋は食堂はなく、収容人数は8名ほどです。山小屋に水道や電気はなく、水は川から汲んできたものを使います。また、どの小屋でもトイレを使うことができます。食事はコックが作ってくれますが、サービスの質にばらつきがあるため、念のためにレトルト食品を多少準備される方がいいかもしれません。では、登山日程の説明に移ります。登山初日はまずヤガラニジャにある登山事務所で登録を行い、ガイドと交流し、ポーターに持ってもらう荷物を預けます。この事務所から登山口まで3キロほど徒歩か車で移動し、再度登山口で登録を行い、ルエンゾリ登山が始まります。初日の道のりは6キロほど、標高1700メートルから2600メートルまでの900メートルの上りで、アップダウンはほとんどありません。距離で3キロ強、400メートルほど登った場所、マホマ湖への分岐点に休憩所があり、そこで昼食です。ここから上りの傾斜がきつくなりますが、残り3キロ弱、600メートルほどを登ると、ニャビタバ小屋に到着します。この日は天候によってはかなり暑くなるので、服装は薄手のものを、飲み水は1リットル以上準備しましょう。靴は防水のミドルかローカットのトレッキングシューズがおすすめです。ニャビタバ小屋は下山中の登山客も使用するので、ここで最近の山頂の様子など情報収集するのも一案です。ニャビタバ小屋での最低気温は10度前後です。では翌日、登山2日目の説明を始めます。この日の道のりは7キロ、標高2600メートルから3400メートルまでの800メートルの上りです。まずニャビタバ小屋のあるオルネからムブク川まで下り、橋を渡り、そこから上りが始まります。前半は森林を歩き、その後竹林を経てピースゾーンに入ります。標高3000メートルと3300メートル付近に休憩所があり、出発時間に合わせいずれかで昼食です。最後、きつい斜面を登ってジョンマッテ小屋に到着します。天候にもよりますが、特に後半はぬかるみが深いこともあるので、この日からは長靴を使用します。
雲霧林の中の木道は滑りやすいところもあるので注意が必要です。晴れると小屋の裏手からマルゲリータ峰が見れるので、時々空の様子を見てみましょう。ジョンマッテ小屋での最低気温は5度前後です。以上、ルエンゾリ登山の体制と日程の説明でした。本日は名古屋大学博物館の准教授で植物が専門の西田幸子さんからルエンゾリの魅力と感想を語る動画を頂戴しております。ではご覧ください。どうぞ。こんにちは、西田と申します。私がルエンゾリに行ったのは2018年の8月の終わりから9月の頭にかけてです。で、その時に思ったルエンゾリというのはですね、とにかく奇想天外なところ、地球上のところとは思えないところという感じですね。あと景色がダイナミックに変わっていくことです。一番下の方は熱帯の、林でそこには例えばベゴニアの仲間とかですね、植物でいうと私たちが園芸で見てるような綺麗な植物が、でも今まで見たことない種類が野生で生えてる。でそこからですね、もうちょっと上に行くと今度は竹の林、竹林があります。でそこにはですね、チンパンジーの、糞とか足跡も残っていて、でそこのところにはあとカメレオンがですね、いて、でカメレオンをもう本当に触れるぐらいのところで、見ることができました。でそれからあともうちょっと上に行くと今度ヒースの林って言われているような日本にはない、エリカっていうツツジの仲間の生えてるような林を抜けまして、でそこのところをもうちょっと行くと苔がですね、木の上に、巨大なまりのようになって乗っかってるような不思議な景色があって、そのまた上に行くと今度はまっすぐに伸びた木道のところをですね、前後左右みんな湿地になっていて、で雲霧林と言われる霧のところですね。でそこにですね、ジャイアントロベリアって言われている、日本では沢木京って言われる可憐な紫の花をつける植物がありますが、それと同じグループなのに4メートルにもなった、巨大なですね、ジャイアントロベリアが生えてます。でここにですね、サンバードって言われる青い宝石のような鳥がですね、蜜を吸いにやってきます。でそれを眺めてもっと上に行くと今度はですね、沼の、地のところにもう雪が残ってるような沼地のところにですね、トゥリーセネシオと言われる、木になった菊の仲間がたくさん林立してます。でこれは木というよりは、モンスターがですねこんな感じになって立ってるような、そんな不思議なですね、でも一番上のところには黄色い菊の花が咲いてるっていう本当に不思議な植物がたくさんある。でそういう意味ではとても地球の上にいるんじゃない、なんかまるで他の星に行ってしまったんじゃないかって思うような、場所でした。でそういうところに、キリマンジャロとかにもそういうところあるのかもしれませんけれども、私たちが行った時にはルエンゾリは、ほとんど観光客がいなくって、正直言ってほとんどのところは私たちのグループだけが、静かに歩いていく。だからまるでですね他の星へですね探検に来たような、不思議な体験ができました。でそういうところがルエンゾリの一番大きい魅力かなと思います。大変貴重なご意見をありがたく頂戴しました。またこの動画作成にご協力をいただき感謝を申し上げます。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次回の動画では引き続きルエンゾリ山地の登山日程に関してお話しします。では次回までごきげんよう。